皆さん、こんにちは、西安スマホ部です。みんな大好き、KDDI。このチャンネルでは、スマホなどの通信に関する話題を毎回一つ取り上げています。今回は、早くも、ポボを解約した件について。短い動画ではありますが、お付き合いのほど、よろしくお願いします。アハモフックに、ポボフック。何やら、きな臭い手口がリークされて、携帯会社の闇が見え隠れしています。本当にキャリア品質のサービスが提供されるのかどうか、と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。実際に契約してみないとわからない、ということで、5月に契約してみました。1ヶ月程度使ってみた感想と、実際の速度は、こちらの動画にまとめていますので、お時間がありましたら、ご覧ください。2021年6月12日、基本使用容量である 20GB を超過しました。20GB の直前になると、au の方から、そろそろ超過しますよ、というメールが届きます。おそらく、au の本家サービスとポボで、システムを共用しているんでしょうね。どちらでも、大丈夫な文面になっています。事前に、お知らせメールが来るのは親切ですね。そして、20GB が超過したら、即座に、超えましたよ、というメールが来ました。確か、LINE もの場合は、超過してから、SMS で通知が来たと記憶しています。20GB を超えると、1Mbps に通信速度が制限されます。データを追加したい場合は、1GB につき、550円で購入することができます。低速モードに入ったということで、スピードを計測してみました。8倍速でお送りします。いかがだったでしょうか。1Mbps の低速モードですが、上りが遅くなってますね。だいたい 0.4 から 0.6Mbps しか出ていません。ちなみに、ソフトバンクの LINE もの場合、低速モードになると、このようになります。こちらも、1メガは出ていませんが、ポボよりは速いようですね。そもそも、20GB を超過した時の、通信速度が最大 1Mbps と言われていますが、下りだとか、上りといった表記はありません。このあたりの仕様は、どうなんでしょうね。グラフ表示を見る限り、初速を速める、バースト機能もなさそうなので、データ通信を開始した時の速度が、遅くなっています。このため、ブラウザーなど軽い処理であっても、表示が遅いと実感するケースが多いかもしれません。実際、Yahoo のページを何度か見てみましたが、写真などが遅く表示されました。耐えられなくはないですが、これが数日、続くとなると、厳しいかも。なお、LINE もの実際の速度結果と、解約した時の動画はこちらになりますので、ご興味があれば、ご覧ください。URL を概要欄に載せておきます。さて、携帯電話の通信の仕組みについて、どうなっているのか、ご存知でしょうか。4G、いわゆる LTE の場合、スマホは基地局につながります。総務省から KDDI に割り当てられている周波数は、ざっくり、こんな感じになります。この基地局を通じて、光ファイバーで au のコアネットワークと接続されます。このコアネットワークは KDDI の設備です。通信制限などを実施した後、インターネットにつながります。中の人ではないので、詳細はわかりませんが、コアネットワークは、本家プランの使い放題 MAX と、ポボで、共用しているのではないかと思っています。つまり、P ゲートウェイは別々に用意して、それ以外の S ゲートウェイなどは共通のものを使っているかもしれません。速度制限などは、P ゲートウェイあたりで、かかるのではないでしょうか。今回は、ポボが本当にキャリア品質なのかどうかを確かめるために契約しました。
通信速度など、ある程度、分かったので、解約することに。契約もそうですが、解約もオンラインで実施します。まずは、トップページから、お客様サポートというページを探してください。いくつか、タブがありますが、下の方に、その他というのがあります。これって、見つけにくいですよね。そして、解約、他社への MNP というのを選択。例によって、注意事項を確認。手続きを進めます。すると、ポボを解約する場合が出てくるので、これを選択。電話番号を確認して、あとは、アンケートなどに適当にチェック。なんで、回答が必須なんですかね。意味不明です。最後に重要事項説明を確認して、同意にチェック。すると、もう解約手続き完了です。ピクトには、すぐに、圏外表示が、あっさりしたものですね。ポボを1ヶ月ほど使ってみての感想です。料金、データ容量、通信速度で見れば、トータルで良いサービスではないかと思います。実際に契約したのは、LINE もとポボ。今のところ、通信結果の違いを見れば、LINE もの方が良さそうですが、実際に計測地点など、環境によりますので、最終的には、ほぼ同じなのではないでしょうか。大事なことは、これまでの、高額なプランからは、おさらばして、お得に契約すること。どちらをおすすめしますかと言われれば、どちらもおすすめです、となりますね。今後は、アハモでも契約して、比較してみたいと考えています。さて、皆さんのスマホ代、30年間でどれくらいかかるか、計算したことはありますか？月1万円だと年12万円、単純計算で、30年だと、360万円になります。今時、1万円も使っている人は減ってきたとはいえ、5000円以上という方も多いのでは？さらに、最近では、2500円付近のプランも揃ってきました。ドコモのアハモ、au のポボ、そしてソフトバンクの LINE も、さらに独自路線の楽天など、安いプランでの選択肢はかなり増えました。長いスパンで考えると、これまでのプランに比べて格段に安くなります。携帯に300万以上、キャリアに貢ぐなんてバカバカしいですよね。皆さんには賢くお得なプランを選択して少しでも節約されることを願うばかりです。集客装置なんて消費者を小馬鹿にした経営姿勢。いつまでもキャリアに儲けさせてはいけません。日本の携帯料金は高すぎる。そういえばどっかのコマーシャルで流れてましたね。おそらくアハモ、ポボ、LINE もともキャリア品質と同様の通信サービスになると思われますので、それほどギガを使わない方はどんどん乗り換えするのがおすすめです。解約手数料は0円ですから、いつでも別のプランに乗り換えられる環境です。一度検討されてみてはどうでしょうか。それでは次の動画でまた。